こんにちは、グーナーのマッシュです。今日はトッテナムホッスパーの話題を取り上げます。ダニエル・レヴィってスパーズの問題なのかっていう質問。本当によく聞くんですよね。で、正直に言うとめちゃくちゃ大きなテーマです。スパーズってなんかいつももう少しで何かすごいことが起きそうっていう雰囲気あるんじゃないですか。でも結局はいつもあと一歩届かない。アーセナルファンの僕からしたらそれは正直嬉しいんですけどね。で、そのあと一歩足りないっていう状況のど真ん中にいるのがダニエル・レヴィなんです。彼は2001年からずっと会長をやっていて、現代スパーズの中でも最も賛否が分かれる存在だと思います。20年以上、レヴィはクラブを自分のイメージ通りに作ってきたんですよね。財政面ではめちゃくちゃ堅実で、戦略的にも頭が切れる。でもその反面、スポーツ的なリスクは全然取れない印象があります。で、この動画では彼がスパーズを本当に足を引っ張ってるのか、それとも逆にこの厳しい現代フットボールの世界でスパーズをなんとか支えてるのか、そこを深掘りしていきたいと思います。じゃあまずは監督ぐるぐる時代から見ていきましょう。レヴィが会長になってからスパーズは13人の常任監督を通ってるんですよ。13人。結果が悪くてクビになって人もいれば、そこそこうまくやってたのに切られて人もいる。でも共通してるのはレヴィの短期さですね。本当全員に与えた時間が短い。例えばグレン・ホドル、クラブのレジェンドですよね。バラバラだったチームを立て直そうとしてたんだけど、2002年にはリーグカップ決勝まで行ったのに、翌年の序盤で解任されちゃいました。ジャック・サンティーニ、いわゆる大陸型監督として呼ばれて、新しいフットボールディレクター制の一環で来たんですけど、たった13試合で辞任。理由は個人的なことって言ってたんだけど、フランク・アーネセンとの衝突があったって噂されてましたね。マルティン・ヨル。この人はリーグ5位を2年連続で達成して、当時としてはすごくいい成績でしたよね。でもなぜか2007年の UEFA カップの試合中に解任されて、ファンの方が本人より早くしてたっていう、ちょっと信じられない話です。ファンデ・ラモス。2008年のリーグカップ優勝をもたらした監督で、それが最近までスパーズの最後のタイトルでした。でも翌シーズンのスタートが最悪で、8試合で勝ち点2しか取れなくて、すぐに解任。ハリー・レドナップ。この人はチャンピオンズリーグにスパーズを初めて連れて行って、2010-11年にはベスト8まで進出。なのに、イングランド代表監督の噂とか、契約交渉が原因で4位で終わったシーズンにもかかわらずクビになったんですよ。アンドレ・ヴィラス・ボアス。この時はベイルが無双してて、当時のクラブ記録だった72ポイントを獲得。でもベイルが売られた後、レヴィと補強方針で対立。欲しかったのはフッキーとかジョアン・モティーニョだったのに、実際に来たのは彼が望んでなかった選手ばっかり。それにリバプールとマンシティにボコボコにされたのもあって解任されました。ティム・シャーウッド。この人なんと勝率 59%。当時のスパーズのプレミアリーグ史上最高勝率だったんですよ。それなのにシーズン終了後に解任されました。理由はクラブのボードに対してメディアで文句を言ったり、ちょっと振る舞いが不安定だったとか、表向きはそんな感じですけど、本当のところはどうだったんでしょうね。次にマリシオ・ポッチェティーノ。これは多分レヴィのキャリアの中で一番成功した監督人事だと思います。ポッチはスパーズのスタイルとアイデンティティを完全に作り変えましたし、チャンピオンズリーグ決勝にも連れて行ったし、毎年トップ4にも入ってましたよね。でも2年連続で補強がなかったことと、内部的なバーンアウトもあって、チャンピオンズリーグ決勝の数ヶ月後に解任。いやー、本当信じられないですよ。そして次がジョゼ・マリーニョ。レヴィはタイトルを取るためにマリーニョを連れてきたんですけど、結果的にどうだったかっていうと、2021年のリーグカップ決勝の直前に解任。しかも相手はマンシティですよ。あの時はファンもメディアも、いや、それ今じゃなくないってざわついてましたよね。完全にトロフィー獲得のチャンスを自ら潰した感じでした。次はヌーノ・エスピリットさんと、この人は監督探しがグダグダになった末の、いわば残り物みたいな感じで就任しましたけど、就任からわずか17試合で解任。ファンからの不満もすごかったですし、もう完全に合ってなかったですね。で、アントニオ・コンテ。コンテはチャンピオンズリーグ出場権を持ってきましたし、チームに規律をもたらしました。でも彼のメディア対応がね、
クラブのメンタリティがダメだとか、補強が足りないとか、かなりストレートに言っちゃうタイプで、それがクラブ側との衝突につながって、最後は2023年3月の記者会見で大爆発して、自ら出ていく形になりました。そして、アンジュ・ポステコグル。これは最近の話なので、記憶に新しいですよね。アンジュは就任してすぐ、クラブのスタイルをガラッと変えて、ハイテンポで攻撃的なサッカーを展開して、ファンも選手もすぐに惚れ込みました。2年目にはタイトルを取るって言って、本当にヨーロッパリーグで優勝。17年ぶりのトロフィー。しかもヨーロッパの舞台では41年ぶりの快挙だったんですよ。なのに、彼もまたその数日後に解任。マジで何があったんでしょうか。一応表向きの理由としては、怪我人の多さと戦術の柔軟性のなさ。スパーズはプレミアリーグで一番スプリント数が多くて、2月の時点でハムストリング系の怪我が全体の 39%。これは平均よりかなり多かったみたいです。メディカルスタッフも練習量が多すぎるって警告してたんですけど、アンジュは耐えろって選手に言ってたとか、例えばミッキー・ファンデフェンをチェルシー戦で長時間使って案の定また怪我してしまったっていうのも問題視されました。しかもチェルシー戦では選手が2人退場しても攻撃的な戦術を変えずに続行。それがうちのスタイルなんだよっていう言葉が出たのもあの時ですね。彼の哲学を評価する声もありましたけど、さすがに無茶だろうって意見も多かったです。結果として2024-25シーズンのプレミアリーグではなんと17位、22位入っていうクラブ史上最悪の成績になってしまって、レヴィはこのままじゃまずいと判断したんでしょうね。トロフィーを取ったにもかかわらず、信頼を完全には得られなかったわけですね。っていう感じで、こうして一人一人見ていくと、どの解任にも一応理由はあるんですよ。でもそこに共通して見えてくるのが、レヴィがプロジェクトの一番大事なタイミングで、それを壊してしまうっていうパターンなんです。さて、ここでちょっとお金の話をしましょうか。堅実な財務戦略なのか、それともスポーツ面での麻痺なのか。まず、いい面から見ていくと、正直に言って、レヴィ会長はめちゃくちゃ仕事熱心な財務戦略家です。プレミアリーグの CEO の中で一番給料をもらってるわけですから、それぐらいやってもらわないと困りますけどね。それに、彼自身、スパーズの熱心なファンでありながら、ケンブリッジ大学卒っていう超エリート。卒業後は家族経営の小売ビジネス、不動産開発、投資銀行業務などいろんな業界で経験を積んでます。で、1995年にエニック・インターナショナルっていう投資会社のマネージングディレクターになってから本格的なスポーツエンタメメディアに集中していくわけです。エニックはかつてはレンジャーズ、AEK アテネ、スラフィア・プラハなどヨーロッパの複数クラブの株を保有してました。で、スパーズの株を買って2001年にレヴィが会長になったんですね。その後、UEFA のルールもあって他のクラブの株は売却してスパーズに集中。で、クラブの日々の運営を実際に仕切っているのもレヴィ本人なんです。スパーズを中堅クラブから財務的な大国にまで育てたのは間違いなく彼の手腕と言えると思います。例えばこれまでの大きな成果としてはトッテナムホットスパースタジアム、総工費約2000億円のスタジアムはまさにレヴィの象徴ですよね。NFL との連携や可動式ピッチ、最先端の設備など年間を通して収益を出せる構造になってます。そして実際にそれがしっかり収益を生んでる。あと、スパーズのサポーターはプレミアリーグでもトップクラスのシーズンチケット価格、待ち定価格を払って観戦してるっていう現実もあります。2000-2001シーズンでは、スパーズの収入は約4800万ポンドでしたが、2023年にはなんと4億4000万ポンドを超えています。これはデロイットのフットボールマネーリーグのトップ10に入るレベルです。もうこれだけ見れば大成功ですよね。プレミアでも一貫して最も収益性の高いクラブの一つとして認識されています。ガレス・ベイルの件覚えてますか？ 2013 年、レアル・マドリードから史上最高額の8600万ポンドを引き出しましたよね。ベイル本人が出たいって明言してる中で、あれだけ粘ったのはさすがです。それに、スタジアムのネーミングライツ交渉や NFL との連携、大型コンサートの誘致など、商業面では本当に抜け目がない。ちなみに、アレックス・ファーグソン監督が、レヴィとの交渉は股関節の手術よりきついって言ってたぐらい。あと、コロナ禍の時も、スパーズは他のビッグクラブほど大打撃を受けなかったんですよね。それも、レヴィの長期的な債務計画と、スタジアム債務の再編のおかげ。でも個人的には、時に政府の9号補助制度を使ったり、高齢者割引を廃止した
したりっていうのはちょっと人間味に欠けるなって思いましたけどね。でもレヴィの問題は悪い面ですよ。彼はスポーツ面での障害物とも言われてるんです。ガレス・ベイルを打って得た1億ポンド以上で7人の選手を獲得したんですが、正直ソルダード、カプー、チェルチェズとか微妙なメンツが多かったんですよね。しかも当時の監督ヴィラス・ボーアスが本当に欲しかった選手じゃなかったっていう噂もあるんです。要するに戦術じゃなくて資産として選手を集めた感じ。ポッチティーノ時代の話ですが、スパーズはなんと518日間一人も新戦力を取れなかったんですよ。いやー、改めて言うけど518日ですよ。その間にチームは明らかに高齢化してて戦力も停滞してたのに、それを放置。優勝争いできるチームが自分たちでそれを壊しちゃったんです。スパーズの給料総額ってずっとライバルより低いんです。アーセナル、ユナイテッド、チェルシー、リバプールより下です。ダイバラとかもスパーズからのオファーを断った理由の一つが給料が低すぎるからって報道されてましたよね。スパーズって一石市場でいつもギリギリまで粘るんですよね。レアンドロ・ダミアン、ブルーノ・フェルナンデス、ジャック・グリーディッシュなんかも粘ってるうちに他のクラブに取られたり、値段が跳ね上がって失敗した例です。さて最後はファンの声について話しましょう。僕、スパーズファンの友達結構多いので、よく話すんですけど、みんな結構こんな感じのことを言うんですよね。宮殿みたいなスタジアムはできたけど、中でやってるのは下位リーグみたいなサッカーだよ。いい監督もいったし、すごい選手もいた。でも唯一ずっと変わらないのはレヴィなんだよな。正直チャンピオンズリーグ決勝まで生きたのは彼のおかげっていうのは認める。でもあれが限界だったのかもって感じるっていう声多いです。そして最近レヴィをずっと擁護してたファンたちでさえポステコグルの件で一気に不信感が爆発した印象がありますね。人気があって長期プロジェクトを大事にしてた監督なのにヨーロッパリーグ優勝した直後に解任。いやー、それはないでしょうって。しかもそれ以前からレヴィアウト、レヴィやめろの横断幕やチャントがホームゲームで当たり前のように出てくるようになってましたし、チケット価格の高騰、クラブからの説明不足への怒りもどんどん大きくなってます。レヴィって公の場で何かを説明するのが本当に少ない人なんですよね。それでいって2024-25シーズンのシーズンチケットを値上げするっていう判断。前のシーズンタイトルも取れてないのにっていうもう火に油を注いだ形でした。で、最終的な問いですよね。レヴィは本当に問題なのか。正直に言うとレヴィってものすごく複雑な存在です。財政的な面では間違いなく超優秀です。彼がいなかったらスパーズは今みたいな財政的エリートクラブにはなってなかったと思います。あのスタジアムもトレーニング施設もクラブの世界的なブランド力も全部彼が作ったものです。でもその分完璧主義でコントロールしたがる性格、リスクを極端に避ける姿勢、監督の仕事にまるで口を出してしまう癖、これがチームを何度も止めてきた。事実として彼が会長になってから24年、リーグ優勝は0、主要タイトルは2008年のリーグカップと、ついこの間の2025年のヨーロッパリーグのたった2つです。毎回いいプロジェクトが始まりそうになっても、あともう一歩ってところで、レヴィがブレイクをかけちゃう。じゃあ、レヴィは問題なのか。イエスであり、ノーでもあるって答えになります。彼はビルダーです。資産を守る守護者でもあります。でもサッカーって結局は夢のスポーツじゃないですか。数字だけで語れるものじゃないですよね。夢とか情熱とか勢いとかそういうのが大事なはずなんです。本当に変わるためにはレヴィがスポーツディレクターにもっと大きな権限を与えて重要な場面では一歩引くこと。それをやらない限りスパーズはずっとこの中途半端な状態から抜け出せないと思います。潰れはしないけど飛び立ってもしない。そんなモヤモヤした場所にずっといる感じ。僕はそう思います。